そうですね、この前のインカレ全日本学生なんかであったのは、あれは日本馬術連盟が制定した第5科目という科目なんですけども、主に技としてはフライングチェンジ、それは4歩ごと4歩ごと行くごとに東歩変換つって、駆け足の手前を変える、これが3回入ってました。あとそれ以外にハーフパスといって、横に歩かせる、斜めに歩くような歩き方ですね。それが早足も駆け足もあります。あとそれ以外にはピルエットといって後ろ足を軸に旋回する、そういう動きも入ってました。この辺はこの第5科目は他の科目に比べて難しい難度のあるものです。またこれがもうちょっと上の、セントジョージとかグランプリという科目があるんですけども、そういう FEI、国際馬術連盟の科目になるとさらにその4歩ごとだったのが3歩ごと2歩ごとと、非常に小刻みになったりですとか、ピルエットも旋回するのが180度旋回じゃなくて360度の旋回になったりですとか、だんだん難度が増してきます。あと、ピアフェパッサージというような馬が足踏みをしたりだとか、その場でやるような、そんな動きも出てくるのがやはりグランプリとか難しい難度の高い科目になってくると、そういうのも出てきます。そうですね、規定の場合には決められてる。ここは早足で歩きなさいとか、ここは駆け足で、その駆け足も尋常駆け足ですとか収縮駆け足といってちょっと歩幅を詰めた歩き方で行きなさいとか、そうやって、そこの歩き方まで規定されているのが規定科目ですね。それに対して、自由演技ですとそれはもう自由ですから、演技の美しさを見せるためにどうアレンジしても構わないという。ポイント2視点分ぐらい斜めに行って、それでまっすぐに行ったりだとか、そこの区別、メリハリがまたどれだけつけられるか、斜めに歩いてる時とまっすぐ歩く時の体勢の変化だとか、そういうところは正確にメリハリがつけられたりすると加点になったりするわけです。それはもちろんこういう経路用紙がちゃんとあるんで、経路用紙があって、その経路用紙にはポイントは書いてないけれども4歩ごと3回とか、書いてあるんで、それに対して採点をしてるんで、どこでやりなさいは関係ないんでしてないですけど、フライングチェンジ何回とかハーフパス何メートルとかは書いてあるんで、そこだけは審査されてるんで、それは審査されてるんで、帳消しにはならないんだけど、でも戻せることは戻せる。点数をたくさん稼ぐっていうのは大切なんですけど、まずやはり一番基本の基本は地点を守って正確に行う。例えば10メートルの円を描きなさいって言った時に9メートルになったり11メートルになったりすれば当然これは減点ですし、このポイントから何かをしなさいって言ったのにそのポイントを超えてから始めたらいくらどんないい演技をしても減点になってしまうので、そういう意味では図形を正確に描くっていうのがまず一番点数を取るためには必要なこと。それができてから次に今度その動きだったりとか抑揚だったりとか肉付けをしていくような、そうすると点数がさらに上がっていくというようなことで、ただ馬場馬術の場合はまず標準的にできると6点10点ほどの6点もらえます。だけどその地点を守らないと6点が 5.5 だったり5点だったりしてしまう。でその6点からさらにそれが動きがすごく軽やかだったりとか、すごく抑揚があったりすれば6点が 6.5 になったり7点になったりする。そういう感じでまずはその正確にやるということ。あと馬のベースの動きっていうのもあるんで、標準的にやったら標準的な動きで標準的にミスしないでやれば6点だけども、すごく全てが全体が活発で軽やかな動きであれば、普通にやって7点からスタートしたりだとか 7.5 からスタートする場合もありますから、だからそういう意味ではどちらも大切なんだけど、やはりでもライダーがどれだけ馬を正確に御してるかっていうのが一番基本と言えると思います。